人に優しい情報発信、ウェブサイトのアクセシビリティ。技術の進化や社会環境の変化が加速する現代、生活スタイルや価値観も日々多様化しています。花王グループでは、人に優しいものづくり、嬉しいを形にするものづくり、人や社会とつながるものづくり、この3つを花王ユニバーサルデザイン指針として、分かりやすく使いやすい商品の開発と多様性に配慮した情報発信を目指しています。さて、社会インフラの一つとなったインターネットにおいても、ウェブサイトを使ったコミュニケーションには多様な視点が必須です。人に優しい情報発信のため、多様性に配慮したウェブサイトについて考えていきましょう。ウェブサイトの向こう側を知る。人について考える。ウェブサイトの向こう側にいる人、使っている道具、環境は様々です。彼は視覚から製品の情報を得ていますが、盲導犬を連れた彼は画面を読み上げるソフトウェアを使って聴覚から製品情報を得ています。自動で表示が切り替わるウェブサイトの表現は、動きで見る人の関心を引くことができますが、画面の一部が動くことによって読みづらさを感じる人は、動きを止めて情報を得ます。このように、人は自分に合った方法でウェブサイトから情報を取得します。文字情報のやり取りから始まったウェブサイトは、技術の進化に伴って画像やアニメーション効果、動画など表現の幅が広がっています。動画は視覚情報と聴覚情報を同時に使うことで、画像や文字よりも複雑な情報を伝えることができますが、映像を見られない、または音が聞こえない場合は、動画の内容を十分に受け取れないこともあります。障害の有無、年齢、環境や状況にかかわらず、個々のニーズに合った方法で利用できるウェブサイトにすることが、これからの時代には必要となっていきます。ウェブサイトの向こう側を知る。環境について考える。アクセシビリティとは、使えるかどうかの度合いを示す言葉です。ウェブアクセシビリティとは、多種多様な人がさまざまな環境や状況でウェブサイトにアクセスして利用できることを指します。近年はウェブアクセシビリティの対応を義務付ける法律や条例を整備する国や地域が増えていて、公的機関だけではなく民間企業でも取り組みが進められています。また、誰もが利用できない、利用しづらいという状況に置かれる可能性があることも忘れてはいけません。例えば、聞こえないにはろうや難聴だけでなく、怪我や病気で一時的に聞こえづらい、または周囲が騒がしくて聞き取りにくいなども含まれます。音声が聞き取りづらい状況で動画を見るときに、字幕があると音声をすべて聞き取れなくても内容を理解できます。このようにウェブサイトをアクセシブルにするということは、多様な人、状況、環境において使えるウェブサイトにすることなのです。ウェブアクセシビリティの3つの切り口。人に伝わる、機械に伝わる、
操作できる、この3つの切り口からウェブサイトをアクセシブルにする方法を考えていきましょう。1、人に伝わる。ウェブサイトを制作する際は、能力や環境、状況にかかわらず情報を受け取ることができるよう、特定の感覚に依存しない表現方法を考えていきましょう。例えば、色の見え方は人それぞれです。色覚の個人差や目の症状によって見え方は異なります。色で分類したデザインも人によっては分かりづらくなってしまうこともあります。色だけに頼らない工夫をしましょう。また、ウェブサイトは読み手が文字の大きさを調整できるメディアです。文字の大きさを変更してもレイアウトが崩れないようにしましょう。さらに、文字情報を音声にして聞く、点字にして指先で読み取るなど、さまざまな方法で情報を受け取れるようにしましょう。2、機械に伝わる。ウェブサイトの情報はパソコンやスマートフォンなどの端末やブラウザなどのソフトウェアを通して人へと伝わります。そのため、コンテンツは見た目の表現だけでなく、機械が理解できる形にする必要があります。文章には見出しや箇条書きといった分かりやすく整理するための書き方があります。ウェブサイトを作る際も見出しや箇条書きなどを使用して機械が理解できる形にしましょう。例えば、商品名や使い方のようなページの主題となる情報を機械が理解できる形にすることで、検索エンジンにそのページがどのような情報を扱っているのかをしっかり伝えることにもつながります。人にとって見やすいだけでなく、機械に伝わるようにすることで、より多くの人へ情報を届けることができます。3、操作できる。リンクをクリックしたり、文字を入力したり、ウェブサイトを利用するには操作が必要です。操作の方法や操作にかかる時間は人や状況によって異なります。マウスを使えば問題なく利用できる画面も、キーボードだけで操作をすると時間がかかって困ることがあります。タップできる領域が狭いために目的の操作を達成できない人もいます。能力や環境、状況にかかわらず操作できるウェブサイトにしましょう。世界では5人に1人以上に何かしらの障害があると言われています。日本では4人に1人が65歳以上の高齢者という時代です。一方で、インターネットはすでに毎日の生活に欠かせない存在となっています。人に優しい情報発信を目指して、より多くの人がさまざまな場面で利用できるウェブサイト作りに取り組んでいきましょう。